ちは、旅家です。旅する暮らしに憧れて軽トラックの荷台に家を建てました。小さな家の小さな旅の物語、一緒に楽しんでいただけたら幸いです。今日は山あいの温泉からスタート。今日も夏らしい気候、温泉に入ってすっきりしてきます。1時間ほどゆっくり入浴してきました。さて、入浴後といえばやっぱりこれ、コーヒー牛乳です。動くアームのギミックがなんだか UFO キャッチャーみたい。ワクワク楽しいですよね。これを持って休憩室に移動しましょう。汗をかきました。では今宵の旅に乾杯。入浴後のコーヒー牛乳がたまらない。気持ちよかったです。車内に戻ってきました。早速今日の車中泊スポットに向かいたいと思います。今日の旅のテーマははっきりしています。たこ焼きリベンジです。前回のたこ焼き大失敗の動画は皆さんご覧いただけたでしょうか。見事なまでにたこ焼きがプレートにひっついてしまい、剥がせなくなってしまったのでした。結果、フライパンで一つの大きなたこ焼きにするという大失態でした。実は同じようなミスを4年ほど前にもやっていました。たこ焼きって奥が深いですよね。カードが残っています。油断すると失敗しちゃうのがたこ焼き。というわけで今回はそのたこ焼きリベンジ、なんとか前回の汚名を返上していきたいと思います。川辺の公園にやってきました。川のせせらぎが心地いいですね。車内に入りました。今回の主役、たこ焼きプレートです。前回はホットプレートのたこ焼き器でした。今回は直火でできるたこ焼きプレート。今度こそうまくたこ焼き作れるでしょうか。窓の向こうには川が見えます。いいロケーションです。アコーディオンタイプの網戸、虫が入ってきてしまうことが問題です。前回使ってみてかなり効果があった虫除けスプレー、今日もかけておきます。本来こんなにかけなくてもいいと思いますが、念のため。よし、たこ焼き作りやっていきましょう。
セットガスコンロで使えるたこ焼きプレートです。カインズで売っているオリジナルブランド。現在の室温26度。若干暑いですね。エアコンを入れるとどうしても音が気になります。そういう時はモバイル扇風機を使っていきます。暑すぎる時にはあまり効果はありませんが、このぐらいの気温であればちょうどいいですね。テーブルを拭いていきます。手洗いをして調理の準備をしていきましょう。さて、今回も使っていくのはたこ焼き作りのセットです。王道の食材を準備。変なチャレンジ、アレンジはしません。基本に忠実に丁寧に作っていこうと思います。もうミスはしたくないですからね。たこ焼きセット、本当に便利です。たこ焼き粉に天かすに紅生姜に青のり、欲しいものほとんど入っています。まずはたこ焼き粉を半分入れます。続いて水を入れます。こちらも規定通り決められた水量を入れていきます。少しずつ水を加えてダマができないように、緩くなりすぎないようにしていきます。基本に忠実です。続いて卵を入れていきます。よーく混ぜていきます。たこ焼きの液、想像以上にシャバシャバですね。説明書をよーく読んで入れていく具材をすべて入れます。こちらは紅生姜。続いて刻みネギ。入れすぎると悪さすると思うので控えめに。そして天かすもこの段階で入れてしまいます。基本に忠実に。このぐらいのとろみになりました。続いてはタコをカットしていきます。
子さんメンバーなら皆さんご存知、キリンの首まな板です。ホットサンドの焦げ目がつき、キリンのような見た目になったことから、キリンの首まな板と呼ばれるようになりました。こちらにまな板シートを敷いてカットしていきましょう。タコ、前回は大きすぎたようです。しっかり一口大に小さく刻んでいこうと思います。これも基本に忠実に丁寧にやっていきます。前回はホットプレートタイプのたこ焼き器でしたが、今回はカセットガス方式です。取り出したのはこちら。五徳が猫の形に見えるカセットガスコンロ、猫太郎くんです。ここでトラブル発生。猫太郎くんにたこ焼きプレートを置いてみると、あまり安定しません。中間に追加の五徳を置いて、なんとか固定完了。気をつけてやらなきゃですね。たこ焼きプレートに火を入れて温めていきます。油をたっぷりめに敷いていきましょう。ここで初心者がやりがちなのが、たこ焼きプレートに油を少ししか入れないこと。熟練のたこ焼き職人は油をたっぷりプレートに染み込ませていきます。私も基本に忠実に丁寧に油を塗り込んでいきます。プレートもだいぶ温まってきました。やはり直火のプレートいいですね。おっと、カセットガスがなくなってしまいました。今気づけてよかったです。替えのガスを注入していきます。よし、これで懸念材料はなくなったはず。プレートが熱々になりました。ではいよいよたこ焼きを作っていきましょう。あれ、もうちょっと緩い方がいいかな。なんだか疑心暗鬼になってきました。よし、これでいけるはず。いってらっしゃい。ちょうどいい緩さな気がします。生地がしっかり伸びてくれます。よし、まんべんなく生地が行き渡りました。続いてタコを入れていきます。前回に比べタコを小さめにカットしてあります。お、なんだか外で花火が鳴ってます。でもごめんなさい、それどころじゃないんです。たこ焼きに集中、たこ焼きに集中です。
し、ここまでは順調です。花火が鳴ってとても情緒的ですが、ごめんなさい、それどころではないんです。私の頭の中はたこ焼きでいっぱいなんです。今回は串を使って切れ目を入れていきます。もうこの時点で違いを感じています。たこ焼きがきちんと切り分けられます。よし、ひっくり返します。それそれそれ、よし、できました。今のところとても順調です。前回と打って変わってどんどんひっくり返せています。正直何が違うのかよく分かっていませんが、とにかくうまくいっています。上手にできてくると楽しいですね。前回いろいろ問題はあったかと思いますが、キャベツが良くなかったのと生地が硬すぎたことが問題だったと思います。ここに油を注いで外側をカリッとさせていきます。美味しそう。いい音、いい香り。たこ焼きってライブ感ありますよね。よーし、真ん中あたりが出てきました。出来上がったものから順に取り出していこうと思います。洗い物大変なので少しずつ片付けていきます。乾く前にティッシュで拭き取り流しに入れておきましょう。内側の焼けたものから順に取り出し、外にあるタコを中に入れていきます。カセットガスでのたこ焼き、熱にムラがありますが火力の強さには魅力がありますね。だんだんと焼き上がってきました。串を使ったのも成功の一つだったかもしれません。箸に比べ断然回しやすいです。よし、最後の1個を取り出して完成です。やりました。見事リベンジ大成功。ソースに青のり、鰹節をかけて味付けしていきます。真
マヨネーズ、紅生姜もトッピング。たこ焼きリベンジ完成しました。満足です。もうすでに満足です。ノンアルビールで乾杯しましょう。それでは今宵の旅に乾杯。美味しいです。早速たこ焼きいただきましょう。うわー、熱々、ふわふわ、とろとろです。完璧に美味しいたこ焼きが完成しました。たこ焼きにビール、最高です。たこ焼きリベンジ大成功。嬉しいなあ。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。片付けをしていきましょう。調理をしながら片付けも進めたので、今回は片付けも楽ちんです。片付けまでバッチリ決めて、たこ焼きリベンジの大成功と言っています。電気式に比べ直火のたこ焼き器は洗いやすいのも特徴ですね。よし、片付け完了。このまま夜ののんびりタイムに移っていきましょう。今日の夜のお供は鉄筋プリン。たまにプリン食べたくなるんですよね。室内温度は27度。だんだん暑くなってきました。エアコンを入れていきましょう。エアコンがあることで
夏の車中泊、怖くなくなりましたね。こちらのウィンドウエアコン、音は大きいですが、ウィンドウエアコンの中では小さな方です。消費電力は約500ワットほど。私の積んでいるバッテリーだとおよそ5時間から6時間ほど使える量です。夏の夜が更けていきました。よし、そろそろ身支度をしていきましょう。まずはお着替え忍法行きましょう。忍法、着替えの術。よし、無事着替えることができました。続いて寝袋を敷いていきます。さて、寝る前の旅家じゃんけんやっておきましょうか。旅家じゃんけん、じゃんけんぽん。私はパーを出しました。ではおやすみなさい。少し蒸し暑くなって目が覚めました。気温は25度。布団を畳んでいきましょう。
よし、お着替え忍法いきます。忍法、着替えの術。よし、着替えれました。カーテンを開けてみますが、うわ、眩しすぎる。これは一旦閉めておきましょう。前回から新調したこちらのカーテン、遮音性、遮熱性に優れたカーテンとなっています。エアコンもスイッチを入れました。朝はホットサンドを作っていきます。基本のベーコンとチーズです。今日はホットサンドを焼きながらキリンの首まな板に焼き印をつけていこうと思います。前回の動画で焼き印もチャレンジしたのですが、こちらも失敗。今回はしっかりとホットサンドメーカーを温めてから焼き印をつけたいと思います。皆さんはキリンの首まな板ご存知でしょうか？私が車中泊を始めた初期の頃に誕生した旅家動物園の1匹目の動物です。何の変哲もない折りたたみのまな板だったのですが、そこにこちらのホットサンドメーカーを乗せたところ、焦げ目がついてキリンのような模様になってしまったのが始まりでした。何年も使っているうちに焼き目は消えてしまったのですが、キリンの首まな板として皆さんに親しんでいただきました。最近久々にキリンの首まな板を使い始めたので、今回はそちらに焼き印をしていきます。ホットサンドの方は焼き目が上手についてきました。さて、そろそろ焼ける頃です。焼き印のセッティングも完璧です。前回は焼きが甘かったせいか焼き印がつきませんでした。今回はホットサンドメーカーをしっかり温めて焼き印をつけていこうと思います。一発勝負なのでなんだか緊張しますね。よし、準備は整いました。いきます。せーの。どうかな。それ。お、少しまばらですが、なんとか
キリンの模様がつきました。キリン模様がつくと一気に可愛さ増しますね。よし、これでキリンの首まな板復活です。焼き印に気を取られて中のホットサンドちょっと焼きすぎちゃいました。へばりついてしまったのでどうにか剥がします。焦げちゃいましたね。でも大丈夫、リカバリーの方法はあります。ひっくり返せばいいんです。ベーコンチーズホットサンド完成しました。ではいただきます。ちょっと香ばしいですが美味しい。避けるチーズを使うとチーズがよく伸びて楽しいんですよね。美味しかった。ごちそうさまでした。さて、今日の車中泊ではたこ焼きリベンジと題して前回大失敗したたこ焼きを再挑戦してみました。電気式のたこ焼き器から直火式のたこ焼き器に変えたことで熱量が一気にアップ。きれいに剥がすことができてたこ焼きを丸くすることができました。見事たこ焼きリベンジ達成と言っていいんではないでしょうか。またキリンの首まな板に焼き印をしてみました。旅家動物園の1匹目の動物キリンさんが見事に復活しましたね。今回の車中泊もとっても楽しいものとなりました。皆さんはどう思われましたか？ぜひコメント欄に感想を記入してください。いただいたコメントにはすべて目を通しハートマークをつけています。皆さんのコメントが明日への活力になり楽しく動画作りをできるきっかけになります。その他 X、Instagram、TikTok なども運営しています。メンバーシップではメンバーの皆さんと楽しく交流をしています。気
になった方はぜひ概要欄のリンクをご覧ください。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ではまた。